はじめまして。株式会社担い手の外国人支援担当のマティです。このチャンネルでは外国人人材紹介事業および支援事業を展開する担い手の外国人スタッフの方々に密着していきます。記念すべき第1回目の密着するのは私、マティです。それではご覧くださいませ。おはようございます。おはようございます。今日はちょっと密着させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず出社しようか。行きましょう。はい。おはりさん、おはようございます。12月23日、おはようございます。おはようございます。海外に家は多くて、なんかそのアパートで、2つぐらいしかない。そこでもしかしたら住んでる可能性が高い。じゃあ一応伝えておきます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。今なんかヒョンモさんと話してたけど、はい。何が起きたんですか。東京で配属しているナンバーのお家、近所からそのナンバーの、騒音が激しいという通知が企業さんに届いたらしくて、ナンバーに確認したところ、ナンバーはいや別に連れてきたことないし、騒音を自分が早いうちになんか、早番とか多いので、その時に料理作った時に、音が出て、その音のことが、それともたまに家族と話した時にちょっとたまになんか、笑っちゃったり、ちょっと大声出したり、あるかもしれない。そこなのかなんかちょっと曖昧みたいで、とりあえずはナンバーが誰かを連れて、家で暴れたことはないですよ、という感じで、ヒョモさんから、企業さんに報告する。そういうのが急に連絡来るわけね。それはそうですね。仕方みたいな。でも基本的なのはもう入ってる気がする。マディ、今これは何をやってる。外国人ナンバーは日本に来る前の、そのルールとかマナーとかを入国前に説明して、日本に来た時にそれを守ってちゃんと生活できるように。ルールブックみたいな。そうです。それでなんか株式なんかもっとないかなとか、今話してました。これ自分でなんか一人と考えて作ってたものなので、今なんか結構もう日本人の方が見て、これは悪気がないけどやられて無になっているか失礼だと感じているものがあれば、今なんか聞いて追加したいと思って聞いてます。豚肉入れようとしてた。いつもみんな休憩中とかはどんな話、もうこんな普通の話してる。どうでもいい話してる。プライベートのマディはこんな感じ。お酒飲んだらめっちゃ喋りますよね、マリさん。あ、そうなんだ。私いっぱい食べました。マイさんニャン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 言ってます。どういうことでも嬉しい時ですよ。ね、テンション上がると猫になる。ミャンマー語でニャンニャンに意味があるわけじゃない。猫好きなので、知らないうちにもうそういう風にもう行ったりしてて、今の頃から癖みたいな。癖になっちゃって、楽しい時にはついつい出ちゃったみたいな。バディさんはちなみに行政書士の勉強をしてます。まあ行政書士。普段相手する外国人さんが一番関わる労働環境とか、なんか手続きとか、自分がまずはその背景とか知とかないとちゃんと支援ができないっていうふうに思ったから勉強しようと思って。じゃあ勉強ちょこちょこ。難しい。感じはね。勉強が好きなの、楽しい。楽しい。
で今からどこに行くの？ナンバーのお家にピックアップして、はいはいはい。その後にビッグカメラの方に行きます。何をしに行くんですか？携帯買うので、それのサポートです。そういうのもやるんだ。なんか依頼されたのでじゃあ今から迎えに行く。はい。じゃあ行きましょう。はい。一緒についてっていいですか？はい、どうぞ。ありがとうマディ。すごいよね。荒い荒い。荒いの荒いの。この先一時停止があります。長距離とかも大丈夫なの？なんか慣れました。ミャンマーの時は運転してた？してないです。じゃあ日本来て。はい、初めて。わあ、すごいね。아직 잠깐만요.何を悩んでるの？この子が欲しいのは15プラスで、ただし在庫は今ないので、今在庫あるのとしたらこのやつしかなくて、15しかなくて、それで色があんまり大きい色がじゃない。なるほどね。そう、ゲットしました。どうですか？マティってどういう人ですか？マティにはいっぱい助けてもらってる。どうですか？新しい携帯。いや、色は好きじゃないけど。普段マティの、一緒にやっていく仕事ぶりみたいなところで、どういった印象がありますか？マディさんは行ってしっかり現地語ミャンマー語で話するのももちろんなんですけど、人としてすごい信頼されてるので何でも話してくれるっていうか、でそれを何でも話してくれるからいろんな悩みが引き出せて、それを、膨らんで爆発する前に未然にこう対策が打てるので、メンバーもすごく幸せに長く働けるサポートができてるかなと思います。そうですね、まずは、担い手の初めてのミャンマー人とメンバーというところだったので、今までこう担い手ができなかった仕事ができるようになったっていうきっかけを作ってくれた方かなと思っております。やっぱりミャンマー語で直接会ってその支援の対象の外国人さんと話して、こう日々のお悩みだったり相談事も聞けるようになって、日本語だとやっぱ伝えきれないところだったりとか、心を開ききれないみたいなところがあると思うんですけど、日本っていうのは本当にたった一人でお金を稼ぎに来る場所になるので、居場所にならなきゃいけないというか、そこに対して本当に全力で向かってくれて、一人一人を大切に思って支えてくれてるんだなっていう、なんかそういうことができる存在かなと思います。お疲れ様です。お疲れ様。でまだまだ今日は業務もあるということで、ごめんね、そんな中 YouTube なんですけれども、日本に来て2年目マティは、2年目のマティにちょっとね、ここからチャレンジをしていただきたいなと思って、一問一答60秒チャレンジをやりたいと思います。それでは行きましょう。マティの1分間一問一答チャレンジ。一番好きな都道府県は？北海道です。おお。じゃあ日本でこれから行ってみたい場所はどこでしょう？長崎。おい。続きまして、日本の好きな食べ物は？寿司。おお。続きまして、じゃあ好きな日本語は？ナエル。ナエルだね。ナエル。で続きまして、発音が難しい日本語は？ウンダマンキョ。ドライビングライセンスの。運転免許。運転免許。はあ。じゃあ好きな4文字熟語は？ないですね。じゃあ日本の好きなアニメは？最近はフリーレン。フリーレンね。じゃあ日本の好きなアーティストは？サカナクシ。おお。じゃあ日本でイケメンだと思う有名人は？ないです。終了。ないです。悲しいな。でちょっとね、何個か聞いてもいい？
長崎に行ってみたいの？はい、なんで？軍艦島にいつも興味があって。温泉？軍艦島。はい。へえ。あれ興味があっていつも行ってみたい。軍艦島行ってみたいの？すごいね。難しい日本語が運転免許。そうですね。発音をしてもなかなか日本人はなんか伝わらなくて、自分は言ってると思いますけど、ここが1回目ではなんかやっぱり難しいので。好きな日本語なえる。マディはどこから覚えたの？アニメ。あとちょっと一個だけ聞いたら、日本でイケメンはまだいないと。マディはどういうのがイケメンだと思う？やっぱり韓国人の。あ、なるほどね。あっちの毛見ちゃうと、やっぱり日本人の顔薄らない。でも綺麗だ、かっこいいとは思います、単純に。好みではならない。なるほど。日本に来て2年目ってなるけど、その来ようと思ったきっかけみたいなのは？やっぱり国が結構内戦とかもなってコロナとかもなって、やっぱり海外に行って仕事しないといけない状況が、そのタイミングでちょうど出たという感じなので、きっかけは、内戦のきっかけですね。で、なんでその時日本が候補に上がったんですか？内戦なるの2年前には、日本語を勉強して、ある程度日本の企業で働いてて、その時、行ける国が、候補の国は、日本かドバイか、そういう手しかなくて、ドバイに行こうとしたらやっぱり、その2年間ぐらい、1年半ぐらい学んでた日本語がやっぱり忘れちゃう。やっぱり向こうに行ったら英語使う国になっちゃうので、それでももったいないかなって思いつつ、それで日本挑戦してみようってなって、あと暑いの苦手なので、ドバイは暑いので。なるほどね。やっぱり日本に来て、私も含めなんですけど、いい国、すごい国というイメージが、めちゃくちゃ良い方を言っているんですよね。なんか悪い方ではなくて。なので、実際には、日本もあくまでもなんか国なんで、いろんな人、悪い人もいれば、いい人もたくさんいる。いい人ばかりの恵まれるとか限らない中で、やっぱり差別区別を受けちゃうと、あれなんか思った国全然違うじゃん。礼儀正しい、すごい丁寧で、仕事を一生懸命頑張る人たち、もちろんその方たちもたくさんいますけど、そうではない方たちが会った時に、やっぱり思った国と違くて嫌いになっちゃう。今住んで分かるのはもちろんいい国よりは普通の国なので、いいことも悪いこともあって、そこでミャンマーでできないことをこっちでやってほしい、ミャンマーでできないものも日本本当に何もかもできるので、勉強さえすればそのチャンスは手元に持っているのに、そのチャンスをみんなが捨ててしまっている感じがあって、挑戦だけすれば全然なんか幸せはもういっぱい見つかるんだけど、みんなそれをやってない、で日本に来てそれをみんながやってほしい。その幸せチャンスはなんか1回だけ挑戦すればどんどんもういっぱい見つかるから。で私が支援している中で、これだけ伝えてこういう風なやり方があるんだよとか、その子たちは自分が幸せにつながるものを見つかって成長して、やっぱり日本全然いけるんじゃ、楽しいんじゃって思う瞬間を見ると、それはやりがいになりますね。いいね。いろんな国が日本に来て、自分の青春なんか18歳、20歳とかも日本ではもう本当に学生でもう遊びばかりで、飲みばかりで、その青春を過ごして社会人になっていい成績取れている感じ、これはもちろん日本だから日本人だから取れるけど、でもそういうふうには私たちはなれない、絶対に海外の方たち。ただし自分のその若い習慣全てを犠牲にして、さっきみたいに日本嫌いになったわ、やっぱり日本ひどい国だわみたいにはなってほしくないです。やっぱり自分の国でできないことを、東南アジアでまだまだ発展している国なので、
日本はもうある程度進んでいる国で、比べたら自分の国でできないことたくさんできるようになって、その知識、楽しみ、悲しみ全部を持っていて、やっぱり海外に行って成長した、かっこよくなったみたいな異世界の瞬間を持ってほしいので、多分こういうふうなサポートは続けますね。そういう瞬間を作れるように。そしてマティ自身もこう日本に来てよりかっこよくなっていくと。そうですね。やっぱり海外に行ったらみんなどこにいてもかっこよくなったみたいな。それはなんかみんなにも言われてほしいです。マティめちゃくちゃかっこいいから。